こんにちは。神戸元町のルービストロの宇野と言います。今日はレモンタルトの生地作りから作らせていただきますので、それでは始めさせていただきます。まずこれバターですね。発酵バターの無塩のね発酵バターで、これふるった粉糖をね5回ぐらいに分けてね粉糖やっぱ混ざりやすいように分ける感じですか？そうですね、混ざりやすいようにねパートシュクレっていういわゆるタルトのね生地とほぼ同じ感じなんですけども、レモンを使ういうことで今日は生地の中にレモンの皮をちょっと入れさせてもらおうかなと。卵をねこれも5回ぐらいにかけてね。これ一気に入れるとやっぱりダメなんですか？そうですね、できるだけ分離しにくくね、バターとその卵がねなかなかちょっと分離してもね、粉が入るからねどうにかなるのはなるんですけども、できるだけ焼いた時にちょっとバターがちょっと滲んだりするんで、こういうねこう分離せずにね、こういうしっかりとしたこういう生地にバターのね卵が入った状態に、慣れたら機械でねあれすればあれなんですけど、まず手でこういう感覚をつかまれてから機械でやられた方がいいですね。これ今卵を全卵1つ分使いましたけど、やっぱりこれが一番ミニマムで作りやすい量になる感じですか？そうですね、卵をまたこれ半分にして半分にしてもらっても大丈夫なんですけど、卵は1個なのでね、だいたいこれで2台分ぐらいなんですけどね。そうなんですよ。でこれは粉の中にちょっとさっきこの塩とでちょっとベーキングパウダーでレモンのね皮を剥いて、でちょっと包丁の先でちょっとこう香り出すのに潰したやつね、これをこう混ぜて。今回レモンのタルトなのでレモンの皮入れられたと思うんですけど、はい、これ入れないといろんなものに汎用性が。そうですね、もともとパーターフレーズっていちごのタルトの生地なんですけども、今回はこうレモンのタルトなので、いちごの場合はオレンジの皮も入れるんですけどね、でこれを全部もう一気に入れてしまって、こうね切るようにサブレ生地みたいにね練らずに、サクッとしたこうまとまってきますのでね、でちょうど生クリームをこれも全部入れますね。これ生クリーム入れて、これもちょうど
ずっとこう切りながらやってました。こう生地がまとまってきますんでね。その混ぜ合わせるんじゃなくて、その切りながらっていうのはそうですね。どういう理由で？やっぱりグルテン出さないずにね、こう口の中でほろって崩れるような、そういうのをちょっとイメージしてますんでね。それでもうこのずっと切ってるだけでつながってきますんでね、しっかり。一切練ってないので、こうね、こうパラパラっと崩れるようなね。だからこれを一晩置いて、でまあ一応これで2台分なんで、この時点でちょっと2つに、開けときますね。これすごい美味しい生地です。これでまあクッキーみたいなね、そんなのも焼いてもらってもいいかもしれないですけど、まあ、650g ぐらいなんでね。まあ縮みはほとんどないです。こういう合わせ方してますんでね。伸ばしてもグルテンが出てないんで、戻りも少ない、縮みがない分ね。でちょっともう僕ちょっと次丸く伸ばすので、ここでもう丸の形でね、できるだけ円形でにして小分けにしてるんですけど、なんかその時の厚さとかっていうのは特に関係あるんですか？まああんまり薄いとね、これつながりがまあもう一つ悪くなるので、まあこれぐらいで僕もほんまにこれ作ってもすぐ伸ばしてもいいぐらいの感じなんでね。ですからまああんまり良くないかもしれませんけど、この急いでる時はもうこのまま伸ばしてもうてもね。これをじゃあ寝かせることによってどういう？まあよりそのバターが今度固まるんでね、これすごいバターが入ってますから、固まったらこうカットして、でそれでちょっと小さくキューブにしてからこう柔らかくして伸ばしてるんですけども、まあつながりがやっぱりちょっと今粉とバターとね、ちょっと寝かした方がちょっとつながりよくて伸ばしやすいですね。はい。これでちょっと一晩冷蔵庫に。はい。さっきのレモンタルトの生地をですね、これはもうタルト型にバター薄く塗ってます。これはもうちょっとひっつかないようにするだけの感じですね。と、まあ粉を売ってもらってもいいですし、こうビニールで挟んでもね、厚めのいいですけど、まあ今回ちょっと粉を硬さだけね、ちょうどあれしとかないと割れますんでね。これバターが入ってるから無理やりいい状態じゃないとね。打ち粉は基本的には強力粉。そうですね、もう強力粉ですね。まあつながりが弱い分食感はすごいいいんですけど、割れやすいんでね、ちょっとそれだけ気をつけて。伸ばす時のコツみたいなものあるんですか？まあこれはね、ほんまに思うように伸びるんですけどね、縮まないですから全くグルテンがないような状態なので、ちょっとあんまり柔らかくなりすぎた時にはタルト型に入れる前に一回冷蔵なり冷凍でちょっと締めた方がいいですね。まあ、ただパイなんかは割れたやつを上から貼ったりすると剥がれてくるんですけど、これはまあ上から貼ったりしても別に剥がれてはねきませんので、あれしておれば。これやっぱり時間をかけると手の熱とかで温度が上がりすぎるってことですか？そうですね。これバターがよく入ってるんで、まあそうですね。あとつながりがほとんど甘いんでね、生地と生地とのね。それは何のための工程ですか？これちょっとね膨らんで、ベーキングパウダー膨らんでくるんでね、それが一つ。
これでちょっと冷蔵庫でねちょっと閉めてで重しして空焼きしますんでね。冷蔵庫でどのぐらい締めるんですか？そうですね、まあもうちょっと冷凍庫でちょっと5、6分締めてきますね。はい、200度の入れますね。それでいきます。とりあえず10分ぐらいで、もうちょっとこんな状態ですね。ほとんど縮んでないようなね。もうちょっと焼き色がついてきたらアルミホイル外しますんでね。でこれでちょっと型を外しますね。これでね。でこれでちょっともうちょっと空焼きしますね。卵と卵黄ですね。でここへバター以外全部入れておきます。レモンの皮とね、砂糖、バターはこうキューブに切って、でこれを湯煎に混ぜる時のポイントとかってあるんですか？そうですね、できるだけ泡立てる感じでね、こう後立ってきますのでね。ちょっとなんか状態がもったりしてきました。そうですね、膨らんできてもったりしてきて、ちょっと固まってきたらこれバター入れてね。こんな感じで入れまして、一応出来上がりですね。であとこれを冷蔵庫で冷やし固める。そうですね。ゼラチンとか入れないんですね。そうなんですよ。ゼラチン入れなくても固まるっていう、もう家庭でね、もうできる、すぐちょっと困った時にね、すぐ使えるお菓子だと思います。ではレモンのタルトをいただきたいと思います。今日はフロマージュブランもつけていただいて、ありがとうございます。一緒に食べてみてください。はい。こちらのあ、すごい甘酸っぱいですね。ああ、そうですね。どうでしょゼラチン入れてないのに本当にこんなにそうですね、綺麗に固まるんですね。はい、これこそね、家庭であるようなものでね、はい。できるような。別にタルト生地はね、市販のものでも大丈夫ですし、はい。何か工夫されて、なんかクッキーとかね、そういうもんでも、とフルーツの上にかけてもね、あときび砂糖かなんかで、はい、こうクレームブリュレみたいに焼いてもらってもね、なるほど、パリッとした食感でいろいろバリエーションを楽しめると思いますね。すごいサクサクの生地ですね。はい、そうですね。これは1年通して美味しく、夏とかだったらすごいさっぱりしますし、そうですね、冬に食べてもやっぱりこのバランスのところで濃厚ですし、すごい作り方も難しくないですし、そうですね、はい、すごいいいと思います。はい、ぜひお試しください。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。